片付いているつもりでも夜中に歩くとき足元が少し気になる。大事な書類がどこにあるかふと不安になる。そんな小さな違和感をまだ大丈夫と後回しにしていませんか？老後が楽な家とは単に物が少ない家ではなく、これからの自分が安心して動ける家のことです。こんにちは、黄金の暮らし手帳です。今日は70代の小川静子さんの暮らしを参考に、老後が楽になる家と困りやすい家を分ける5つの整え方をお話しします。私たちはつい将来の安心はお金次第と考えがちです。もちろんお金も大切です。けれど本当に大きな差がつくのは、元気なうちにどんな準備をしてきたかということです。日々の暮らし方、物の持ち方、家族との共有、そうした積み重ねにこれからの暮らしやすさが自然と現れていきます。そもそも老後とは、ある日突然別の世界が始まるわけではありません。今私たちが過ごしている日々の延長線上に静かに続いていくものです。だからこそ日頃の小さな気がかりをそのままにしていると、後から思った以上の負担になってしまうことがあります。反対に今のうちにコツコツ備えておけば、多少の変化があっても暮らしが大きく揺らぐことはありません。でも安心してください。これは完璧に準備する人の話でも、先の未来を不安に思う話でもありません。今日からできる自分を支える手立てです。床、動線、物の住所、書類、そして戻し方、この順番に見直していけば、家はこれからのあなたを支える心強い味方になっていきます。10年先も軽やかで安心できる毎日を過ごすために、できるところから一緒に始めていきましょう。まず1つ目は、床に物を置かない習慣です。床を開けておくだけで、夜中の足元も掃除の時間も暮らし全体の動きがぐっと楽になります。これまで片付けといえば、引き出しの中を整えたり収納力を高めたりすることに目が向きがちでした。けれどこれからの暮らしで本当に大切なのは、どれだけ物を減らしたかではなく、家の中に安心して歩ける場所が残っているかどうかです。私はまだまだ大丈夫、そう思っていても、疲れている日や夜中に目が覚めた時、足元に不安を感じることはありませんか？本当に怖いのは、部屋が散らかって見えることではなく、いつもの家の中に小さなつまずきの目が増えてしまうことです。安全な通り道があること、それがこれからの暮らしを支える土台なんです。買い物から帰ってとりあえず置いた袋、後で読もうと積んだ新聞、一つ一つは小さなものでも床に置いてしまうと、次々と仲間を呼んでしまいます。気づけば通るたびに避ける場所になっていませんか？若い頃ならひょいとまたげた荷物も、年を重ねるとふとした瞬間に足が引っかかることがあります。だからこそ床を開けておくことは、これからも自分の足で歩き続けるための優しい約束なんです。静子さんの友人の京子さんは、いつ行っても床に物がないすっきりとした家で暮らしています。かつて客室乗務員だった京子さんはこう話してくれました。通路には物を置かないように徹底して教わったのよ。今となってはありがたい教訓ね。その言葉を聞いて静子さんは気づきました。家の中の廊下や動線も毎日の暮らしを支える大切な道なのだと。地震などの災害時には命を守る避難通路にもなります。床に物を置かないことは片付けの一つではなく、自分の暮らしを守るための一番の土台だったんです。最初の一歩として、毎日必ず通る場所を一つだけ見てみてください。寝室からトイレまで、玄関から廊下、台所から
今までその途中に置きっぱなしのものはありませんか？紙袋を動かす、新聞を別の場所へ移す、廊下の荷物を本来の場所へ戻す。この通り道だけは何も置かない。そう心に決めることが軽やかな暮らしの始まりです。床を開けることは大きな片付けではありません。ただ通り道を一つ軽くするだけ。そこから安心して動ける未来へつながっていくんです。そして床の次に見直したいのが毎日手に取るものの高さです。2つ目はよく使うものを腰から目線の高さに置くことです。毎日使うものほど一番手に取りやすい場所へ。それだけで取り出す時も戻す時も体への負担はぐっと軽くなります。最近高い棚にあるものや低い場所にしまったものを出す時、前より面倒だなと感じることはありませんか？それは気力が減ったのではなく、置き場所と体の動きが少し噛み合っていないだけなんです。多くの人がたくさん入る収納こそが正解だと思ってきました。棚の奥まで使い切り、高い場所まで物を詰め込む、それが収納上手な暮らしだと。けれどこれからの暮らしを楽にする家は物を詰め込む家ではありません。体に無理なく自然に手が届くこと、これこそが本当の意味で使いやすい家なんです。若い頃なら何でもなかったほんの少しの背伸び、しゃがんで奥から出すこと、踏み台に登ること。静子さんもそんな小さな動きが思った以上に体に応えるようになりました。取り出しにくいものは戻すのも一苦労です。だからこそ毎日使うものが棚の奥や高い場所にあると、またすぐ使うからとつい出しっぱなしになるんですね。毎朝のお茶のセット、欠かせないお薬、掃除の洗剤ボトル、よく使うお鍋、こうした毎日使うものから優先して腰から目線の高さへ移してみてください。体を楽にするコツは2つだけです。1つ目は奥へしまい込みすぎないこと。2つ目は重いものは高い場所に置かないこと。手前のものをどかす、奥からガサゴソと探す、両手で抱えて運ぶ、そんな動きを減らして片手ですっと戻せる分かりやすい場所へ置いてみてください。それだけでも出しっぱなしは自然と減っていきます。お茶を入れるついでに茶葉と湯飲みの場所を見直してみるのもいいですね。背伸びをしなくても取れるか、深くしゃがまずに戻せるか、たった一つ自分の体に合う場所を見つけるだけでも肩の力がふっと抜けるように日々の家事は軽くなっていくんです。そして取り出しやすくなったものには戻る場所も必要になります。3つ目は物に住所を作っておくことです。ハサミや診察券、玄関での鍵探し、何度も引き出しを開け直したりバッグの中をカチャカチャと探したり、そんな時本当に困るのは物が見つからないことだけではありません。また探してる、最近こういうことが増えたな、そうやって自分自身に少し落ち込んでしまうことですよね。でもこれは誰にでも増えていくもの。性格のせいでも記憶力のせいでもありません。ただ物の定位置が少し曖昧になっているだけなんです。例えばハサミや爪切り、メガネや鍵、印鑑や診察券、あなたの家にもよく探してしまうものはありませんか？台所、洗面所、玄関、家の中であちこち移動するものほど迷子になりやすいものです。ここに戻せば大丈夫、そう思える住所があれば探す回数も焦ることもぐっと減って頭の中も少し軽くなるんです。住所といっても細かく決める必要はありません。この箱の右側のこの仕切りにと厳しく決めてしまうとかえって窮屈で続かなくなってしまいます。薬はこのカゴの中、鍵は玄関の小皿、文房具は一番上の引き出し、扉を開けて
そこに置くだけ。2手で戻せるくらいの分かりやすい場所で十分なんです。疲れている日でも無理なく戻せること、それが物が迷子にならないためのゆるい住所です。決して自分を律するためではありません。毎日の小さな焦りを減らして探さない穏やかな暮らしに近づくための優しい仕組み作りなんです。静子さんには今でも心に残っている父の言葉がありました。真っ暗な部屋でも必要なものがすぐ取り出せるようにしておきなさい。子供の頃は厳しい言葉に感じましたが、年を重ねるほどその意味が深くわかるようになりました。本当に整った家とは、物がきれいに並んでいる家ではありません。どこに何があるか自分自身が分かっている家のこと。夜中に目が覚めた時、もしもの緊急時、慌ただしい朝や急な体調不良の時、そんな時こそ物の住所があることが自分を静かに支えてくれるんです。最初から完璧な収納ルールを作る必要はありません。ここを見れば必ずある、そんな場所を一つ作ることから探さない暮らしへ近づいていきましょう。4つ目は、大切な書類を家族にも分かる場所へまとめておくことです。年金の書類、保険の証書、病院の診察券、銀行に関する書類。もし急に家族があなたの代わりに大事な書類を探すことになったら、ここを見ればわかるよ、そう伝えられる場所があるでしょうか。大切にしまっていても自分にしかわからないと、いざという時家族は途方に暮れてしまうかもしれません。引き出しを開けては閉め、あてもなく封筒を1枚ずつめくる、そんな時間は心をすり減らす大きな負担になります。以前静子さんは実家の片付けをした友人からこんな話を聞きました。友人の実家は物が多い家ではなく、部屋もいつもきちんと片付いていたそうです。けれどいざ大事な書類を探そうとした時、家族にはどこに何があるのかわからなかったと言います。その話を聞いて静子さんはハッとしました。本当に整った家とは、物が少ない家ではなく、必要な時に家族も迷わずたどり着ける家なんだと。書類整理と聞くと、きれいに分類しなければと気が重くなるかもしれません。でも最初から完璧にする必要はありません。大事な書類はこの箱、お薬手帳や診察券はこの袋、契約書や保険証券はこの引き出し、そして家族に一言だけ、もしもの時はここを見ればわかるよ、その一言だけでも家族の負担はぐっと軽くなるんです。最近は紙の書類だけでなく、ネット銀行やパスワードなど紙では見えない情報も増えています。どんなサービスを使ってどこを見れば確認できるのか、その入り口だけでも専用ノートなどにまとめて家族に共有しておきましょう。書類を整えることは面倒を増やすことではありません。そのうちやればいいと先送りにするより、今のうちに整えておく。それは自分と家族の暮らしを穏やかに支える安心の備えなんです。そして次は、物に譲っていた場所を少しずつ自分たちの暮らしに戻していきます。5つ目は、暮らしの場所を塞いでいる、使っていないものを見直すことです。一度お部屋を見回してみてください。ほとんど使っていないけれど、なぜかずっとそこに鎮座しているものはありませんか？誰も座らなくなったソファー、季節外の服が積み上げられた椅子、読み返さない本でいっぱいになった棚。静子さんにもそんな場所がありました。居間の隅に置いていた一人掛けの座椅子です。本来はお茶を飲みながら一息つくための場所でした。けれどいつの間にか洗濯物の置き場になり、後で畳めばいいが積み重なって、気づけば自分が休む場所を失っていたんです。ある日、静子さんは
思い切って洗濯物を片付け、久しぶりにその座椅子へ腰を下ろしました。部屋を見渡した時、静子さんはふとこう感じたそうです。ああ、この景色久しぶりだな。物を片付けたこと以上にほっと一息つく場所を取り戻せたことが何より嬉しかったんです。物が捨てられないと悩むより、今の自分が休む場所を物に譲りすぎていないか、安心して歩ける場所、ゆっくり座れる場所、のびのびと過ごせる場所、その場所を取り戻すことがこれからの暮らしを楽にする片付けなんです。例えば洗濯物を畳むついでに椅子の上を開けてみる。収納を増やすより先にずっと動かしていなかったものを見直してみる。置きっぱなしの箱、使っていない棚、物置になっていた椅子、それを一つ動かすだけでも家の中の景色は思った以上に変わって見えるはずです。迷うものは一旦視界から外して少し時間を置いてみるのも一つの手です。家の中で使える場所には限りがあります。長く使っていないものよりもあなたが安心して過ごせる場所を優先してあげてください。それは物を粗末にすることではありません。これからのあなたが安心して過ごせる場所へ整え直すことなんです。そして最後に大切なのは完璧を目指しすぎないこと。6つ目は10割きれいに整えるより8割戻せる家にすることです。家をちゃんと整えたい。家族に迷惑をかけたくない。自分のことはなるべく自分でやりたい。そんな思いからつい頑張りすぎていませんか？本当は手伝ってほしいことまでこれくらい自分でと心の中で飲み込むこともあるかもしれません。全部を完璧にやろうとするほど今日の一歩は重くなって片付けそのものが苦しくなってしまいます。だから少し散らかっても元の場所へ戻しやすい。疲れている日でもできる範囲で整えられる。それくらい気持ちにも片付け方にも余白がある方が暮らしは長く穏やかに続いていくんです。8割といっても何をどこまでやればいいか迷ったらついで戻しから始めてみてください。台所へ行くついでに空いたお皿を1枚持っていく。廊下を通るついでに床のものを1つ戻す。家の中を動くときはできるだけ手ぶらで歩かないということです。今日こそ全部片付けようではなく、今日も一つだけ、そう決めるだけで後回しはたまりにくくなり、片付けの一歩はずっと軽くなるんです。合わせて見直したいのが掃除や管理の負担そのものです。素敵な飾り物や敷物、庭の手入れ、無理なく続けられる範囲を超えていませんか？以前の私も玄関やテーブルに小物をたくさん置いていました。でも少しずつ減らしてみると拭き掃除が楽になり、視界もすっきりしたんです。管理できる量を知ることは暮らしを寂しくすることではありません。自分で管理できる量だからこそ家は散らかりにくく、掃除も片付けも長く続いていくんです。ただ完璧にやらなくていいとはいえ、手続きや修理、書類の整理など後回しにしすぎるとかえって大変になることもあります。だからこそ大切なのが全部を一人で抱えようとしないことです。わからないことは早めに相談する。重いものや高い場所は手伝ってもらう。難しい手続きは一緒に確認してもらう。今のうちから頼り上手になる練習をしておくことも大切な準備なんです。相談する相手は家族だけとは限りません。地域の窓口、専門の業者さん、頼ることは迷惑をかけることではありません。早めに頼れる先を知っておくことはこれからの暮らしを安全に続けるための知恵です。そして普段の雑談の中で大事な書類はここに入れてあるよと軽く伝えておく。そんな何気ない会話もいざという時の安心につながるんです。老後の暮らしが楽になっていく人は何でも一人で完璧にこなす人ではなく、
人の力を上手に借りながら8割で戻せる仕組みを持っている人です。日々やることは特別な準備ではありません。床に物を置かないこと、大事な書類を1箇所にまとめること、そして今のうちから小さな後回しをためないこと。一つ一つは地味なことですが、後になってじわじわと暮らしを助けてくれるんです。床のものを一つ戻す、書類を1枚まとめる、椅子の上を開ける。今日からできそうなことはありましたか？皆さんの今日の一歩をコメントで分かち合えたら嬉しいです。今日も最後までご一緒くださりありがとうございました。あなたの暮らしがこれからも穏やかに続いていきますように。